はい、大志座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半の星読みとタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。今はですね、私、サンフランシスコの、サウサリートという小さな町に来ています。とても綺麗な町で可愛らしいです。はい、でもそこの海沿いを歩きながら、なんか神戸に似てるって思いました。はい。じゃあ行きますね。7月後半ですね。お願いします。ちょっとカードがね、今回見にくいと思うんですけど、後で画像載せておきますので、お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード4。うん。うん。ペンタクス、キング、ワンドの2。うん。カップのページですね、逆。ソード2の逆。うん。ペンタクス5の逆。うん。そして忍者の逆ですね。気をつける対策は、ソード6の逆と、ワンドクイーンとオラクルは、はい。ワンドエース逆です。このワンドエースかっこいいですよね。こっちにさ、見えやすいのかな。はい。逆ですね、私から見るとね。うん。ちょっとまず星の話ですが、7月後半は、そうですね。特に7月21日が満月なんですけれども、この満月の時にちょうど同じ日に火星というバイタリティとか行動力とか勇気とかね、戦っていく力みたいなものが双子座に入ることによって、大志田の皆さんは稼ぐ力が上がるみたいな感じなんですね。で、これはお金を稼いでいこうって思ったらいくらでも稼げるっていう感じがあるんですが、お金だけじゃなくて、実は本当の自分の価値をちゃんと掘り起こしてね、みたいな流れになると思います。これは自分にはその価値がある、できる、自分ならできる、みたいな形で思えば思うほどお金は簡単に稼げるようになります。誰かに与えられるっていうような、まあ、金運がね、上がるっていうのもあるんですけど、それ誰かに与えられるっていうのはまたちょっと違ってて、今宇宙の流れで起こっていることっていうのは、大志田の皆さんにどれだけ自分の価値を自分で見つけられていますかっていうようなお問い合わせが入っていると思っておいてください。そして7月22日以降は、心を落ち着かせていく、どっしりと準備していく、自分の帰る場所に帰っていくみたいな流れがあります。まあ、ただね、7月26日以降というのは、企画したりとか、じゃあこうしていこうみたいな対策を打ちやすくはなるんですけども、まあ、その動きでいくと、22日までに何かね、自分が好きなことだったりとか、やってみたいことだったりとか、自分の価値っていうものを見つけられる何かっていうものをこう動きながら見つけていく。22日以降というのは、自分の一番落ち着く場所に帰っていくみたいな流れです。もしくはね、落ち着く場所に帰っていくっていうのは、こう、ちょっと例えでね、何かあっちこっちいろんなこと考えたけど、やっぱりこれだな、みたいな感じで落ち着くっていうのもあれば、現実的に家のこととか、今いる自分のスペースだとか、その場所に関してエネルギーをそっちに向けるっていう、外側じゃなくて内側に向けるっていうことも起こってくるかもしれません。で、星で見たときに入り口がソードのようなので、ちょっと休みたいんだな、みたいな感じが出ています。まあね、まあねって感じですよね。こう、今、この7月末の話でいくと、そうやって価値を掘り出していくんだとか、落ち着くんだっていうふうには言いましたけれども、大きなエネルギーでいくとね、やっぱり自分の世界、生きる世界が変わろうとしているっていう時ですから、何かとちょっと、落ち着いたら、疲れたなとか、ちょっと休みたいなみたいな気持ちになると思いますし、もともとおっしゃる皆さんってそんなにこうアクセスするというよりは、ゆっくりと自分のペースで固めていきたいという方が多いと思うので、その本当に自分自身が納得いく自分になるために、これはペンタクスのキングなんですけど、自分がここまでやってきたことをちゃんと収めて、自分でもそこに価値を見出して、ちゃんと物質的にも豊かになって、そんな自分になりたいみたいな、その思いに対して、一生懸命今こう調整しているところ、それを、ちょっと疲れたなみたいな、ちょっと休憩したいみたいなところが出てるのかもしれません。そして、カードからのメッセージとして、どっちの方法がいいのかなとか、あっちかな、こっちかなっていうことに関しては、
そういう考えというものがもしかしたらあったかもしれませんが、どちらかが間違っているっていうことではないですのでねっていうメッセージを受けています、今。なんかこっちが正しくてこっちが間違ってるんじゃないかみたいな、何かを選ばなければいけないっていうような意識があったかなっていう感じはするんですけども、今その星が与えて促してくれているメッセージっていうのは、どれだけ自分の価値を信じられますか？どれだけ自分がこの宇宙から与えられているものっていうものに気づいてますかっていうメッセージがあるので、何か自分がこっちかこっちかっていうのを選んだ時に、もしこっちを選んだらこっちはなくなってしまうって思うかもしれないけど、それ全部含めて宇宙は、選択権も含めて全部宇宙は与えてくれてますからね、みたいな感じがします。全部本当あるっていう感じかな。うん、ちょっと、後で補足しますね。次いきますが、そして今のところ、何かね、何かを犠牲にして何かをするっていうのとは違うやり方をやっていきたいみたいな、新しい可能性っていうのが見えてきています。カップの、ページが出てるんですが、まだちょっと逆位置なので、まだ確かじゃない。でも何かしらもしかしたら何か方法があるかもしれない。2つの選択肢以外のね、何かがあるかもしれないっていう感じがあるけれども、まだそれは何かっていうのは見つけられていない感じ。そして、さらに、また、あの、今の状況を超えるには、何かを壊さなきゃいけないんじゃないかっていう恐怖みたいなものがあるみたいですね。うん。そして、今必死で自分がバランスをとっていることに対して、変化していくってなったら、このバランスが崩れてしまうんじゃないかっていうような恐れがあるみたいなんですけれども、それ、根こそぎ全部外しましょうかみたいな感じがします。何を言いたいかっていうと、例えばですけど、経済的な話でいくと、あの、今、これだけアルバイトをしてとか、これだけの仕事をして、これだけの収入がある。だから、もし新しいことをするんだったら、時間をもっと節約するためには、アルバイトの時間を減らさなきゃいけないんじゃないかとか、もしくは新しいことをするなら、もっと何かの働く時間を増やさなきゃいけないんじゃないか。それって今の生活が変わるじゃないか、みたいな、そういう不安があるとしたら、まあ、そもそもその思考があること自体が、何かしらの選択をしなければいけないと思ってるっていう証拠だよみたいな感じがあって、こうしなければこれが得られない、こうしなければこれが得られないって思ってること自体が自分の可能性を、狭めてませんかみたいな感じがあって、もっとその思考自体を全部手放して、もっと深いところでもしかしたら自分は両方手に入る可能性があるのかもしれないっていうふうに思ってみることによって、新しい可能性が見える、新しい扉が開く、その世界に入れるみたいな感じがあるんですね。なので、今皆さんがもし何かしら不安に思っているとか、解決したい問題があるとしたら、その解決したい問題をどうやれば解決できるだろうか、これをして、あれをしてっていうような思考ではなくて、そもそもこれは問題じゃないかもしれないとか、じゃあどうやったら私は幸せになるんだろうとか、どうやったらこの課題を切り抜けられるんだろうって思う、どうやったらこの状態が豊かになるんだろうということを思い出すことによって、それは切り抜けられますっていうふうに言われてるんですね。だけど、もしその表層の意識のままで現実を見てると、どんどんとあっちに行けばこういうリスクがある、こっちに行けばこういうリスクがあるということで、どんどんと自分の可能性を狭めてしまう、どんどん自分の価値を見失っていく思考になっていってしまうっていう感じがするので、ここで、はい、ストップって感じ。これちょっと止めましょうか、その思考をっていう感じで、いやいやいや、ゆっくり考えてみて、みたいな、これは一応法王という、法王じゃなくて、忍者というカードなんですけれども、この忍者ってすごく面白いなと思うんですよね。この忍者のカードって足元がすごくなんか傷だらけで、ここまで必死で歩いてきたね、みたいな感じで言われてるんですね。で、ここまで傷だらけになりながら、あの、必死に歩いてきたんだから、これ以上歩いたらもっと傷が増えて歩けなくなってしまうっていうような感覚でいるかもしれないんですけど、そもそも、この傷っていうのは、自分の、なんていうかな、この傷っていうのは、自分が
回復していくために起こっている現象なんだよっていう感じで言われていて、今すごく疲れてますとか、今ちょっと何かを選ばなければいけませんって言われているって思ってるかもしれないけど、それ自体がすでにこの現実を自分でこなしている、回復していっている行動なんだよっていうふうに言われてるんですね。なので、そっちの可能性を信じてくださいと、これまでだっていろんなことがあったと思うけど、すべて何らかの形でここまでやってこれたじゃないですかって。ということは、もっと大きな可能性をこれから宇宙が与えようとしてくれているのであれば、目の前にある希望の光を見つめていってくださいと。自分の足元のこれまでやってきたことの傷だったりとか、これ以上傷つきたくないとか、もう振動もしたくないっていうことではなく、目の前にあるこの希望の光の方を見つめて、進んでいってくださいと。そうすると、自然と、自然治癒力とかいろんなその自分が持ち合わせている能力で、自分というものをまた癒しながら、可能性というものをつなげて、人生というものが続いていきますよと言われているような気がしたんです。なので、とても今、あの、内側にはね、こんな素晴らしいエネルギーがあり、ここにもワンドのクイーンというものがあり、でも本当はできる。いざとなったらできるってすごく温かく強いエネルギーっていうのが、お牛座の皆さんの中にあるのに、こう表面的な流れがちょっと自分を味方しているように思えないとか、今こんなことが起こってるっていうことだけで、すごく自分が止まって、応援されてないように感じるかもしれないけど、いやいやいや、もう十分に応援されてますし、十分に自分で自分を回復する力も持ってるし、歩いていく力もあるよっていうふうに言われています。そして、オラクルがワットのエースということで、これまだ逆位置ですけども、新しく道を作っていく力っていうものが、ちゃんとお牛座の皆さんの中にあるよっていう感じで言われています。それはおそらく情熱だったりとか、自分やりたいって思うことだったり、自分はこれが好きなんだっていうような自分の、趣味でもいいですし、思いですね。自分のなんか魂から湧いてくるような思いさえ自分がキャッチしていれば進めますよっていうふうに言われています。傷つくことを恐れすぎないでね、言ってくださいね。ちょっとこの、おそらくですけど、星で見たときに7月22日、ちょっと本来の自分に帰っていくよっていう流れがあるので、それまではちょっともしかしたらこう表層的な思考のエネルギーで自分の可能性というものが明るく見えないかもしれないけれども、もうちょっとそこにはものすごい深い思いがあり、自分の、エッセンスっていうのは消えない、魂の光っていうのは消えないものがあるので、その目で自分の希望の光を見ていってほしいなっていう感じがしました。ちょっとお仕事のこと見てみますね。こっちのカードにしよう。力入っちゃった。なんか、はい、ちょっと力抜きましょうね。はい、ソードのクイーンと、ペンタクスの6と、ソードの8っていうことで、そうですね、やっぱりものすごく一生懸命考えている、リスクヘッジをしているっていう感じです。そして、これをやればこれだけのものが入るっていう計算をしっかりとしてからじゃないと動きたくないんだ。これ以上自分は失いたくないんだっていう思考がここでも働いてますね。お仕事でもね。これ以上やって無駄になりたくないとか、失敗したくないとか、うん、誰かからとなんか攻撃だったりとか批判的なものを受けないように、回避しようとしているっていう感じがしますね。ここで一つ、批判は完全になくなるわけではないと思うので、多少批判が飛んできたって、そんなものかすり傷みたいな感じの自分の情熱を思い出してください。そして、お仕事では、うまくね、自分の持っている素質だったり、能力だったり、知識だったりっていうのをうまく他者にちゃんと、分け与えてますよみたいな感じで言われているので、それはいい感じがすごくするので、そのまま言ってください。自分の持ち合わせているものをどんどんシェアしていくとか言っていく。で、そこでね、なんか自分が批判されるんじゃないかとか、何か
指摘されるんじゃないかみたいな意識があると、ものすごくそこにきちきちっとしたエネルギーが入ってきますけれども、あの、批判するのは、批判したい人の意見として、もう置いといてみたいな、私には私の価値があるっていう感じなので、この2週間、7月末の大志田さんっていうのは、すごくどれだけ自分の価値っていうのを信じられるかっていうのはめちゃくちゃ大事みたいですね。あるんですよ。確実にあるんだけど、そういう自分の思考癖だったり、他者の思考癖だったりとか、他者からの批判だったりとか、情報になんだかちょっと防衛が強くなってるかなって感じがしました。お仕事ね。大丈夫ですよ。ちゃんとそのまま出していけば大丈夫です。そして、人間関係見てみます。ちょっとこっちのか。人間関係ね。ペンタクスのキングと、また出ましたね、ペンタクスのキングね。ワンドの7と、ペンタクスの3ということで、人間関係は、悪くないっていうか、他者に傷つけられたりとか、関係性が壊れるってことはないですね。むしろここまでの関係性の中で、おそらく出てきたものがあるんじゃないですかみたいな感じです。これは一日にして出来上がるものではなくて、何か長い時間をかけて出来上がってきた関係性だったりとか、長い時間をかけて理解してもらったことっていうものがありませんかみたいな感じです。そして、関係性において、なんか今、大志さんの皆さんっていうのは、ちょっと有利な立場にいるというかね、もし他者から何を言われたとしても、別にそれに関して何の、問題もないっていう感じがするので、自分はやることやってるから批判されるものではないみたいなこととか、他者に対しても今まで一生懸命やってきたから、文句は言われないだろうみたいな、そんな感じもあります。そして、ペンタックスの3が出てるので、やはり誰かと協力しながらね、一緒にこう、なんか磨いていくって感じ。一緒に研究していくとか、一緒に勉強していくとか、一緒に意見を出し合いながらやっていくっていう価値が出ているので、やっぱね、ちょっと思うんですけど、やっぱり大下の皆さんがここまで得てきた経験や知識っていうのは、ものすごく価値があるみたいなんです。ここも、これもこれもペンタクスのキングで、ペンタクスですよね。で、これもペンタクスなんですけど、それをちゃんとね、分け与えられているんですね、他者に。で、十分これは持っているから、自分の中にあるその感覚があるからできること、他者に言えることなんですけど、なぜか急に自分ではその感覚見えないみたいなね、自分がいかに素晴らしい感覚を持っているかを忘れてるみたいな感じがあるかもしれないので、いや、忘れないで思い出してくださいね。で、その感覚を使って、他者ともうまく、関わっていきますよって、その感覚をもっと人に伝えていってくださいねって感じがしました。なので、なんか感情のシェアっていうのがあんまりないんですよね、今回ね。だから感情を言うとか、感覚的にその満たされるっていうよりも、なんだかちょっと、少しね、休みたいんだみたいなエネルギーがあり、そして、なんかもう一度自分が温まるまで充電したいみたいな、そんな感じがあり、で、ぜひ充電したかったらしてくださいね、ゆっくりとね。で、その中で充電しながら自分の価値っていうのをちゃんと思い出してくださいね。まあでも、自分はそんな感覚かもしれないけれども、人間関係もお仕事に関しても、やっぱり自分の大牛さんが持ってる感覚で、ちゃんと他者に供給しているよって、そしてそれはうまく巡ってまた自分に返ってくるし、それが自分のまた、あ、これがやっぱり好きだったとか、こうしたいんだみたいな、そういう思いになっていきますよっていうふうに出てます。そんな感じかな。なんか伝わりましたでしょうか。わかりましたっていう方は、ぜひわかりましたとコメントいただければ嬉しいです。はい、ということで、ここまでにしておきたいと思います。現実的にはね、言ってみたらお金稼げるような時なわけです。7月21日以降ね。でも、それを、うわー、お金稼げるんだ、やったーって言ってやるっていうよりは、私、稼げないんだよねとか言いながら頑張ろうとしてるっていう感じがあって、いやいや、ちょっと待ってと、その前に自分には、こんなことができる、あんなことができるっていう価値があるじゃないですかってことを思い出して、充電させてから現実を見ていってくださいね。作っていってくださいね。はい、ということで、ありがとうございました。次回また7月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。次はちゃんとね、見れるようなシチュエーションで撮りますので、ありがとうございます。では、いい時間をお過ごしください。失礼します。